おかえりなさい、エレン。先にショートの59番から65番を見て。前回まではスタンダードな解釈のオランドの北欧神話物語、斬新すぎる解釈のリュドベリのワファーザーズ・ボットサガ、この2つの物語からエレンは大英雄スビクダブであり、彼の運命の花嫁メングロズはミカサとヒストリアであったと解説した。けれども2人ともエレンにお帰りなさいと言えなかったので添い遂げることはできなかった。秘めた言葉は誰にも告げずに行く。お帰りなさいはエレンと結ばれるためのキーワードだったんだね。ミカサはお帰りなさいと言える家をすでに持っていなく、ヒストリアは家を持っていたもののお帰りなさいという前にキスをしてしまったので、2人が結ばれたのは一瞬だけとなってしまった。ヒストリアはニアミスって感じだったな。進撃ではエレンはヒストリアを手放さなければならない状況に追い込まれ、その後ついにミカサの気持ちに気がつき、ミカサにすがりついてしまったのかもしれない。このエレンの運命の花嫁メングロズをミカサとヒストリアに定めたのはウルズである初代進撃のマリア。エレンはフリーダ由来でヒストリアに恋し、ユミル由来でミカサに恋したと思っていたかもしれないけれども、北欧神話からこれらの人たちは全員ウルズであるマリアに操られていたと分かった。だからこそ初恋であるアルミンだけは自分が選んだと思いたかったエレンはアルミンを道に呼んだんだ。ショートの49番を見て。そこで愛を確かめ合う。でも僕も結局マリアに操られていたってことだったんだよね。そう、エレンが生まれた時代は全てマリアの手中にあったと言っても過言ではないのかもしれない。さて、そんなアルミンが女2人にエレンを取られっぱなしでいいわけがないよね。リュードベリは著書ゲルマン神話研究にこんな文を残している。一方、新たな争いは天と地で同時に激化。最初の戦争の創始者はロキである。ブルベイブは次第にロキとほぼ一体化し、第二の戦争を引き起こす。ロキはアルミン、ブルベイブはシソユミル。天と地の戦いが出てきた。ってことは天と地の戦いの後にまた世界大戦が起きるってこと？もしかしたら2000年もしくは2万年後のことを言っているのかもしれない。ヒソユミルは成仏しちゃったし、僕も生きてないよ。そうなんだ。だからよくわからない。もしかしたらだけども、アルミンがエレンの墓があるあの木に埋葬されたなら、あの木に宿った始祖の光るムカデの子孫とアルミンが持っていた超大型の光るムカデの子孫で一体化し、2000年後か2万年後にやらかすってことかも。エレンの頭はミカサのものとなり、エレンの体はヒストリアのものとなり、エレンが持っていた始祖の光るムカデはアルミンのものとなるということか。アルミンであるロキは人のものが羨ましくて奪うことがよくあったんだ。仲良く女3人でエレンを分け合ったってことか。僕は男の子だよ。ロキは妖精武勇だけども。スクールカーストの世界でもミカサとエレンを取り合っているかのような描写があるよね。ヒストリアは進撃の世界で交わったからスクカでは遠慮してってことなのかも。僕は男の子。さて、和訳されていない書籍アワファーザーズ・ボットサガからエレンとヒストリアの恋を解説してきたけれども、次回は和訳されている書籍北欧のロマンゲルマン神話から解説してみる。